ねえ、すみれ。最近、駅で迷惑な人たちを見かけることが多くなったんだけど、何か知ってる？ああ、最近話題になっている撮り鉄のことかしら。鉄道オタクの中でも特に迷惑行為が目立つグループのことよ。撮り鉄？どんな人たちなの？簡単に言えば、鉄道や列車を撮影することに熱中している人たちのことだわ。でも最近は、その行動がどっこして迷惑になっているケースが増えているのよ。へえ、そうなんだ。具体的にどんな迷惑行為をしているの？例えば、駅のホームで危険な場所に立って撮影したり、他の乗客の邪魔になるような場所取りをしたりしているわ。中には、駅員さんに注意されても逆ギレする人もいるみたいなの。そんなことしちゃうの？危ないじゃない。そうなのよ。特に最近は、撮り鉄キッズと呼ばれる若い世代の問題行動が目立っているわ。ある投稿では、黄色い点字ブロックの外側に三脚を立てて、危険な撮影をしようとした中高生くらいの撮り鉄がいたそうよ。それってマジで危ないやつじゃん。それで、注意された彼はどうしたの？その投稿によると、注意した人に対して、うるさい老害。駅員でもないのにお前にこれが危険かどうか判断する権利ないだろ、と逆ギレしたそうよ。さらに、電車が発車するときに、事故で、老害、なんて叫んでいたらしいわ。ひどすぎる。そんなこと言う人がいるなんて信じられないよ。本当に信じられない行動ね。この投稿には多くの人が反応していて、撮り鉄の迷惑行為を嘆く声が上がっているわ。以前は、譲り合いの精神、地元の人、鉄道会社の人に迷惑かけないが当たり前だったんだけど、最近は自分の権利を勘違いしている人が増えているみたいなの。そっか。でも、みんながみんなそうじゃないよね。もちろんよ。中には、子供で鉄オタの私ですらやらない。撮影させてもらってる立場なのだから、ルールくらいは守ってほしい、とコメントしている人もいて、ルールをしっかり守る人ももちろんいるのよ。よかった。でも、なんで最近そういう人が増えてるの？それはいくつか理由が考えられるわ。一つは SNS の影響かもしれないわね。自分の撮った写真を投稿して注目を集めたいという欲求が強くなっているのかもしれない。また、若い世代の中には自分の行動が他人にどう影響するかを考えられない人も増えているみたいなの。なるほど。でも、そんな危ない行動をしてる人たちを止められないの？実は、鉄道協会も本格的に対策を始めているのよ。ある鉄道協会誌では、撮り鉄の行動を防犯対策として扱っているのよ。防犯対策？そんなに深刻なの？そうなのよ。撮り鉄たちの危険行動に対する駅員たちの認識が、もはや安全対策の枠を超えて、こういった迷惑な撮り鉄たちは、もはや駅員たちから犯罪者として認識されつつあるわ。ある投稿では、その業界誌の一部が公開されていて、260万回以上も閲覧され、1万6000いいね、さらに7000以上のリツイートがついているのよ。へえ、すごい注目されてるんだね。でも、そんな対策をしても効果あるの？そこが難しいところね。というのも、注意されても逆ギレしたり、論点をずらして反論したりする人が多いみたいなの。例えば、その業界誌の画像を投稿した人に対して、モザイクのかけ方が雑だとか、著作権の問題を指摘する人がいたそうよ。そんなことを言う人がいるの？本当に的外れだね。そうなのよ。こういった反応を見ると、撮り鉄の一部の人たちの考え方がいかにずれているかがわかるわ。また、X にはこんな撮り鉄の迷惑行為動画が拡散されているわ。と、最初の特攻主が報告した迷惑撮り鉄と同様、かなり若い撮り鉄のグループがホーム内で三脚を立てて列車を撮影しようとしているところを駅員に注意され、これに対して撮り鉄の若者が、怖いよ、などと言いながらおちゃらけた態度を見せて、しまいには真剣に注意する駅員に対し、キスをし、挑発するような行動までとっているのよ。さらに、これ以外にもこんな動画も拡散されていて、下げてください。ダメです。下げてください。下げてください。危ない。やめてください。なんだよ。やめてください。どうしてくれんだ。なんだよ、知らねえよ、そんなの。何だもしてんだよ。理解しろよ。どんだけ待つと思ってんだよ。理解したよ、めや。禁止です。二度と金払わないからな。警察いますよ。と、柵から乗り出して電車を撮影しようとする男性に対し、ダメです。下げてください。下げてダメ。やめてください。なんだ、やめてください。と、それを体を張って止める駅員に、邪魔をするな、と怒鳴っているのよ。駅員の注意ですらまともに聞かずにこのような態度なのだから、もはや通報する以外につてがないようにすら思えるね。そうなのよ。
だから、撮り鉄に対する世間の評価が厳しいのも、こういった彼らの行動を見れば納得がいくし、鉄道会社も厳しい対応を取らざるを得なくなっているの。具体的にどんな対応をしてるの？例えば、ある駅では撮影を完全に禁止にしているそうよ。鉄道愛好家の皆様へ、という丁寧な言葉で始まる注意書きを掲示して、昨今、東武線や他の鉄道会社線の駅において、駅係員の注意、警告を無視してホーム端での危険な撮影、他のお客様の迷惑となるホーム上の場所取りや係員への罵声を行う愛好家の皆様が大変多くいらっしゃいます。当駅では、展示ブロックの内側であれば三脚等の使用は可能でしたが、駅係員の注意喚起を無視し撮影をする鉄道愛好家が多数散見されるようになりました。このため、当駅としても安全運行の妨げになると判断せざるを得ません。よって、当駅では列車の撮影をする際の自撮り棒、一脚、三脚、脚立等を使用しての撮影は終日禁止といたします。夜間に撮影を行う場合も、手持ち撮影のみとなります。また、自撮り棒、一脚、三脚等の使用を発見した場合や、手持ち撮影を行っている場合でも駅係員が危険と判断したときは、撮影までの待機時間、撮影地に関わらず、直ちに撮影を中止していただきます。と、三脚などを使用した撮影を一切禁止にしたの。へえ、そこまでやるんだ。でも、普通に写真を撮りたい人はどうするの？そこが難しいところね。見送りの写真や旅行の記念写真なども撮れなくなってしまうから、一般の利用客にも影響が出てしまうの。結果的に、迷惑な撮り鉄のせいで、みんなが不便を被ることになってしまうわ。それって不公平だよね。ちゃんとルールを守ってる人まで迷惑を受けるなんて。その通りよ。中には、マナー違反の撮り鉄は当然もちろん排除されてもいいが、マナーを守っている撮り鉄には規制する必要ない、という意見もあるわ。でも、一部の人の行動のせいで、撮り鉄全体のイメージが悪くなってしまっているのが現状なの。難しい問題だね。でも、なんでそんなに撮り鉄の人たちは自制できないの？面白い考察があるわ。基本、オタクって、アニメや声優など、吹けば飛ぶような弱い業界って思ってるから、アニメや声優のファンは、自分たちの行動で業界のイメージダウンを避けようと自制するけど、ただ撮り鉄は鉄道という強い存在を相手にしているから、そういう心配をすることがなく、全然仲間同士の自制作用が働いてないのかもしれないって。なるほど。でも、このままだと撮り鉄文化がなくなっちゃうかもしれないね。そうね。指定エリア以外での鉄道撮影を禁止するという法案が出る可能性まで指摘されているわ。喫煙規制のように徐々に厳しくなっていく可能性もあるの。そっか。でも、安全が一番大事だもんね。その通りよ。一つの文化が消えるのは残念だけど、安全確保のためには仕方ない面もあるわ。ただ、マナーを守って楽しんでいる人たちのためにも、何か良い解決策が見つかるといいわね。そうだね。みんなが楽しく安全に鉄道を楽しめる方法があればいいのに。そうね。これからの対策や撮り鉄の人たちの意識改革に注目していく必要がありそうよ。わかったよ。ありがとう、すみれ。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。